サリュー皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回は鶏もも肉のフリカッセ、これをやっていきたいと思います。フランス料理の王道中の王道です。それじゃあやっていきましょう。まずはというかもうお決まりのパターンですね。玉ねぎ、これをみじん切りから始めます。料理はもう根菜から始まって根菜に終わると言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。フリカッセなんてかっこいい言葉使ってますけど、要はクリーム煮です。ホワイトシチューみたいな感覚です。こう聞いたらちょっとね、急に親近感湧いてくる人もいませんか？いないか。今回のフリカッセもフライパンを一つで作っていくんですけども、身近にある食材で作れますし、要領よくというかポイントを紹介していくので、非常に簡単に再現できると思います。で今これチキンブイヨンを炊いてたんですけど、これはね市販のチキンブイヨンでいいんで、そこにこう玉ねぎの端材だったりとかローリエ加えたりすると市販っぽさがね消えて、ちょっとした手間でそういう市販っぽさとか消えてすごくいいと思います。でこの肉の掃除はね、まず表面の、筋、軟骨の取り忘れとか取ってください。でこの足首のところにね太い、筋があるんですよ、鳥って。でこれこんな神経質に正直取らないと思うんですけど、取らなくても問題はないんですけど、興味ある方は見てもらえればこういうような感じで取ってますよっていう、こうやって追いかけてって反対側も、皮のね、内側を少しこうやって探ると結構いい感じに取れます。もちろんさっき取らなくていいとは言ったんですけど、取ればよりね口当たりが悪くない仕上がりになります。でこの鶏肉は4分の1ぐらいの大きさにゴロッとした大きさでカットします。いや、こういうねフリカッセのような軽い煮込みっていいですよ。変にね炒め物をするよりもこうクオリティに差が出ないと思うんですよね、僕は。なんでかっていうと、まず表面はさっと焼き色つけて、あとはその出汁だったり、今回生クリーム使ったりしますけど、そういう液体で煮込むだけで火の通りとかは特に気にしなくても。でフライパンを洗わないで立て続けにね食材を入れていけばうまみっていうのもプラスされていきますしね。今ちょうどいい感じに若干焦げましたけど、2個目も若干焦げましたけど、3個目はねこれちょうどいいんで巻き返していきましょうか。4個目も、若干焦げとるやないかいっていう感じですけど、これぐらいだったらなんとかパワープレイで持っていける範囲ですね。この程度の横着だったらそれが嘘かのようにいい感じに仕上がるんで、最後まで楽しみに見ていってください。でもやっぱフライパン1個で作るっていうのはいいですよね。ほんと洗い物がね少ないから、そこがほんと魅力的。でこれは鶏をさっき表面焼き色をつけて、でそれフライパン洗わないでそのまま鶏のうまみっていうのがフライパンに残ってるんで、玉ねぎを炒めてそこにお米を入れてピラフを作っていきます。でこの出汁は、チキンブイヨンで炊き上げることによってこうお皿全体が鶏のうまみでギュッと統一される。だから鶏のブイヨンで作ったピラフと鶏のブイヨンで作ったフリカッセ、これらを一緒に食えば美味しくないわけがない。なんならめちゃくちゃうまいっていうわけです。フリカッセといえばね、フランスのリヨン郊外のポール・ボキューズというレストランがあるんですけどね、ポール・ボキューズさんはもう亡くなられてしまって、すごい伝説的な料理人なんですけど、そのね彼のレストランで出てくるスペシャリティの一つでブレス鶏のフリカッセっていうのがあるんですよ。ブレス鶏っていうのはフランスのブレス地方の非常に有名なね飼育方法とかすごい厳しく指定された鶏なんですけども、値段はね普通の鶏よりもえらい高いんですけどね、
本当にそれ美味しいんですよ。鶏にしてはね、非常に赤みがかった身質で、適度なこう噛み応えで、噛めば噛むほど本当にうまみがこうにじみ出てくるような鶏で、ぜひね機会あったら食べていただき、皆さんもね食べていただいたらどうかなと思います。こういう鶏あるんだっていうぐらい、世界一の地鶏って言っても過言じゃないかなっていうぐらいしっかりと向き合って育てられた、鶏肉だと思います。そんな鶏肉を使ってクリーム煮にしてるわけだったんですけどね、もちろんめちゃくちゃうまかったですよ。本当衝撃的でしたよ。なんでしょう、最後まで気持ちよく食べれるような軽さとかはないんですけども、一口目でねガツンってインパクト、脳裏に焼き付くような味でしたね。なんでこう自分がフリカッセ、僕がフリカッセを作るときはそれぐらいのこうインパクトをこう食べた時に与えられるようなこう完成度っていうのを目指しています。鶏肉を焼くときは本当人によって焼き色をつけない人もいますし、僕みたいに今回こういう焼き色をつける人もいるんで、それはなんでしょう、こうじゃなきゃいけないっていうのは毎回動画で言いますけどね、こうじゃなきゃいけないっていうのはないと思います。ただそこにはやっぱこういう風な調理工程にするっていうのは理由があって、僕の場合はやっぱり焼き色っていうのは香ばしさっていうのもやっぱりあるんで、あとはその鶏の身と皮の間にやっぱ油っていうのが、鶏の油があって、それがやっぱこうなんでしょう、余計な臭みをこう発する時とかあるんで、それをね焼いてしっかりと落としたいなっていう、やっぱそういう目的から焼いてます。あとは液体の煮詰め具合っていうのは非常に重要なところかなと思います。シャバすぎでも具材にも味が乗らないし、例えばピラフとかと一緒に食べるんだったらピラフが全部液体吸っちゃいますし、なんでしょう、適度なこうとろっとした感じっていうのはやっぱあった方がいいです。食べ応えがしっかりとしてて、あと味もこうぼやけないんで、ちょうどねこれぐらいですね。こうあんまり重くはないけど少しとろっとしてきたよっていうぐらい。はい、それじゃあそんな感じでドレスいってみましょう。このねピラフだけでも白米3杯おかわりできるんじゃないかなっていうぐらいうまそう。この鶏肉もねいい感じに作れたんだけど、強いて言えば若干ピントが合ってないっていうところが悔やまれるぐらい。ピント合ってるつもりでやってたんですけどね、毎回たまにあるんですよね、そういうことが。どうしようもないですよね、この状況で気づいても。なんなら奥のピラフにピント合っちゃってましたからね。ボナペティ。これ生クリーム入れる前に、生クリーム入れる前というかチキンブイヨンと生クリームを入れる前に白ワインで一回こう酸味を加えてこう風味をプラスしてるんで、それによってねやっぱりこう生クリームの重たさっていうのも感じさせないし、そもそも生クリームをそんなに入れなくてもチキンブイヨンで十分うまみっていうのが成立してるんで、最後まですごい食べやすいと思います。よかったらぜひ試してみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。